はい、こんにちは。石川正義です。またね、春先に体調崩しまして、で、心臓の調子が悪くなってたんですけども、少しずつね、お休みしていく中で、体調も戻りつつあって、で、いろんな活動もね、ストップしてたんですけども、それも再開しつつあります。で、またね、皆さんに喜んでいただけるような活動もいくつか指導させてますんで、またね、お知らせできるようになったら、この場でお知らせしようと思いますので、楽しみに待ってください。でね、今回はですね、トレスレチェっていうね、ケーキを作っていこうかなと思ってます。日本ではね、あんまり聞きなじみの少ないようなケーキかなと思うんですけども、例えばアメリカだったり、メキシコだったりでね、誕生日なんかでご家庭で作るようなケーキだったりするんですよね。なので、日本でいうバースデーケーキありますけども、あれをね、もう少しカジュアルにした感じのケーキなんで、少しね、お気軽に作れると思いますので、ぜひ作ってみてください。では材料の方を見ていきましょう。はい、全卵、グラニュー糖、薄力粉、強力粉、この4つで生地を作っていきます。で、エバミルク、コンデンスミルク、生クリーム、今日は 35% ですね。と、香り付けにブランデー。この4つを生地に染み込ませていくっていう感じですね。で、飾りとして生クリーム 35% とグラニュー糖。これで生クリームを立てて飾っていくという感じになっていきます。で、このコンデンスミルクはスーパーにね、こんな感じで売られてると思うんですけども、こちらのエバミルクは、ちょっとね、見かけない方もおられるかもしれないですけども、こういう缶詰で入ってますんで、またね、手に入れて使ってください。はい。では作っていきましょう。ではまずは、型の準備をしていきます。今回は15センチのジェノワーズ型を使って作るんですけども、丸でも四角でも何でもね、お好きな型を使っていただいて大丈夫です。底紙はいつも通り型の縁に合わせて紙を切っていきます。で、帯に使う紙は少しね、高めに作っていきます。今回は8センチの高さで切っておいた帯を使っていきます。ではこれを型に敷いていきます。まずは帯紙を型に通します。今回の型は高さが 5.5 センチなので、こんな感じに型からはみ出ています。では底紙も敷いて、角に当たる部分にしっかりとね、折り目をつけておきます。これで型の準備ができたので、生地を作って焼いていきましょう。では卵を軽く溶きほぐしたら、砂糖を加えて泡立てていきます。泡立て具合はジェノワーズ生地と同じように表面に8の字が書けるくらいまで泡立てていきます。今回の生地とジェノワーズ生地の違いなんですけども、砂糖、卵、粉の割合を比べると卵のね、割合が相対的に多い配合になっています。で、卵が多くなるとどうなるのかっていうと、生地の中の気泡の大きさがね、大きくなるんですよね。砂糖が少ないことで生地の表面張力が弱いままなので、大きい気泡も潰れずに存在し続けられるようになります。で、それによって気泡が大きい生地にして後で染み込ませるミルクソースを染み込みやすくしていきます。で、ジェノワーズ生地だと泡立てる前に湯煎で温めますけども、あれは泡立ちやすくするためにしているんですね。で、この生地でそれをしてしまうと泡立ちやすくなるんですけども、同時に気泡もね、潰れやすくなってしまいます。なので泡持ちを良くするために冷たいまま泡立てていきます。で、冷たいとなかなか泡立ちにくいんですけども、一度泡立てれば潰れにくい泡になってくれます。で、今回の生地の立て具合では泡立ち不足よりも泡立てすぎの方がいいですね。泡立ち不足はどうあがいてもいい気泡量にはならないんですけども、泡立ちすぎなら後でね、気泡を潰すだけで調整できるので、心配ならね、固めに泡立てていただいたらいいかなと思います。
こんな感じに8の字が書けたら OK なので、ここに薄力粉と強力粉を一緒にふるっていきます。で、お一人で作業されるなら、できるだけ表面全体に粉を散らばしてふるった方が後で混ぜやすくなっていきます。ではこれをヘラで混ぜていきます。ヘラを絶えずボウルの底につけながら下から上に向けてヘラを動かしていきます。で、1回ごとに違うところにヘラを通して粉がね、塊でいるところをなくしていきます。まずは粉が出てこなくなるまで混ぜて、で、粉が出てこなくなったらそこからあと20回ほど混ぜて、見えない生地の中で粉がちゃんと混ざるようにしていきます。では20回混ぜたところで気泡の調整をしていきます。今のこの感じ、少しねふわふわした感じが分かりますでしょうかね。この状態よりももう少し気泡を潰していきます。今回は追加で5回混ぜて気泡を意図的に潰していってあげます。で、気泡量が多すぎると焼いてる途中に膨らみすぎて不格好になってしまったり、オーブンから出した後に縮みが大きくなるので、適正なね気泡量にしていってあげます。では5回混ぜて少し流動性が出てきたくらいが適正ですね。こんな感じ。これで生地の出来上がりです。ではここまでできたら型に移して数回少し上の位置から型を落としてあげて、表面にある大きい気泡を潰してあげたらオーブンに入れて調整していきます。オーブンは170度に予熱をして、生地を入れたら160度で22分焼いていきます。少し低い温度でゆっくりと膨らんだ方がきれいに膨らみやすくなっていきます。逆に温度が高いと真ん中だけポコッと浮くようないびつな形になりやすくなっていきます。ではオーブンから出したら縮みを防ぐために数回上から落としてあげて、生地の中の熱い空気を外に出してあげてから型から外していきます。ではこのまま常温に冷めるまで置いておきます。では生地を冷ましている間にミルクソースを作っていきます。作るといってもね、混ぜるだけなんですけどね。エバミルク、コンデンスミルク、生クリーム、ブランデー、これをね一緒の器に入れて混ぜていきます。今回は香り付けにブランデーを加えているんですけども、もしお子様がおられる方だったりお酒が苦手な方はなしでもいいですし、逆にお酒がお好きな方はラム酒とかね、お好きなお酒を加えていただいてもいいかなと思います。うまい。では生地も十分に冷めたのでソースを染み込ませていこうと思います。生地を焼いていた型に少しね大きめの紙を沿わせていきます。で、できるだけ紙が浮いているところがないように折りたたみながら沿わせていきます。で、この時にも底の角に当たる部分にできるだけ紙を沿わせてあげると出来上がりがね綺麗になっていきます。では生地についている紙を一度全部剥がしてから先ほど型に沿わせた紙の上に乗せて、それを型にもう一度入れていきます。で、こうやって1枚の紙で生地を包むことでソースがね無駄なく染み渡ってくれて、でソースが染みたケーキを取り出しやすくなっていきます。でこのままソースを流してもちょっとね染み込みにくくなってしまうので、ソースがね染み込みやすくなるために竹串などで表面全体に穴を開けていきます。はい、こんな感じでね表面全体に穴が開いたら
先ほど作ったミルクソースを全て染み込ませていきます。で、一気に流し込むより少しずつ染み込ませながらソースを注いでいった方が染み込みのムラはね、できにくいかなと思います。では全てのソースを染み込ませたら、乾燥しないように上からラップをして冷蔵庫で数時間あるいは一晩置いて生地とソースをなじませていきます。では上に飾る生クリームを泡立てていきます。生クリームに砂糖を加えて泡立てます。で、生クリームみたいにね、ちょっと泡立て具合を微調整したいものはハンドミキサーの羽を2つから1つにして泡立てても調整しやすくなるんじゃないかなと思います。で、流れない程度に泡立てれば OK です。では冷蔵庫から取り出したケーキの上にお皿を一度乗せて、それをひっくり返して型から出していきます。では泡立てたクリームをのせて適当にならしたら完成ですね。あとはもうお好きに飾っていただいて大丈夫です。側面はね、塗っても塗らなくてもどちらでも構わないです。ではカットしていただいていきましょう。はい、ではいただきます。この柔らかさいいですよね。めっちゃミルキーですね。で、このソースがね、染みてる感じがね、めっちゃいいですよね。いやで、ミルキーさのね、リッチ感がね、すごいあるんですけど、それにもかかわらずね、めっちゃあっさりしてるんですよね。これはね、ワンホールいける味ですね。これやばい。紅茶飲む暇なかった。うまい。はい、ごちそうさまでした。今回ね、ドレスレチェを作っていきましたけども、生地さえ焼いてしまえば他の工程ってね、ほんと簡単な工程ばっかりでしたよね。それでね、得られる満足感ってやっぱり誕生日で出されるだけはあるなっていうぐらいの満足感なんですよ。ちょっとね、見た目が素朴な感じがするので、それをね、例えばフルーツとかジャム、そのお好みのものを例えば上に飾ったり中にサンドしてもらったりすると、とてもね、華やかなアレンジになりますので、ぜひお好みでアレンジしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。